私はこれまで数えきれないほどの失敗を経てユニクロを成長させ、多くの成功者も見てきました。その経験の中である真理に気づいたんです。それは、成功は一勝九敗だということです。多くの人は、成功とは常に勝ち続けることだと思い込んでいます。けれど、実際の成功者はそうではありません。9つの失敗をして、1つだけ勝つ。そして、その1つを育てて全てを覆す。それが、本当の成功の形なのです。あなた方にも、過去に失敗した経験や、何かに挑戦したり、成功したい方もおられるでしょう。これからあなたに、成功の秘訣と、私が実践してきた考え方をお伝えします。ぜひ最後まで聞いて、あなたの人生の糧にしてみてください。第一章、覚悟を決める勇気、負けに価値を刻む。私はこれまで何度も失敗を重ねてきました。商品が売れず、店が潰れかけたこともありました。でも、その度に学んできたのは、挑戦しなければ失敗すら得られないという真実です。多くの人は失敗を避けようとします。しかし私は、失敗の数こそが挑戦の証であり、そこにしか成功への道は存在しないと考えています。成功とは、勝つことではなく、負けを恐れず一歩を踏み出す、覚悟のことです。たとえうまくいかなくても、それは前進であり、成長なのです。あなたが今迷っているなら、それは前に進もうとしている証拠です。負けてもいい、恥をかいてもいい。大切なのは、やってみようというその気持ちを裏切らないことなのです。私はその覚悟を幾度となく自分に問いながら、今の場所まで歩いてきました。私はこれまで、様々な人の挑戦を見てきました。その中で確信しているのは、失敗する人ほど強くなるということです。例えば、何か新しいことに挑むとき、多くの人は最初から完璧を求めすぎる。でも、初めからうまくいくことなんてほとんどありません。むしろ失敗しながら学び、何度も形を変えて試行錯誤を重ねる。その姿勢こそが結果として成功につながるのです。成功者というのは成功し続けた人ではありません。失敗を積み重ねても、それを挑戦の証と受け止められる人なのです。あなたも完璧を目指す前に、まず一歩踏み出してください。うまくいかなくても、それがあなたの成長の始まりなのです。私が本当に伝えたいのは、失敗の中にしか、あなた自身の答えはないということです。成功例を真似してもうまくいかないのは、それがあなたの血となり肉となった経験ではないからです。成功とは、一つの輝かしい瞬間ではなく、無数の敗北を背負ってなお立ち上がった人に訪れる証なのです。だから、どうかあなたも自分の失敗を否定しないでください。転んだ場所にしか見えない景色があります。そこからしか生まれない自分だけの成長があるのです。一勝九敗は、そうやって歩んだ者にだけ許される言葉なのです。第二章、小さくかけて早く学べ、高速試作思考。私は長年、成功するには完璧な計画と準備が必要だと思い込んでいました。でも実際には、そうではなかったのです。大きく構えるより、小さくかけて、すぐに反応を見て動く方がはるかに成果につながるのです。例えば、ユニクロでは新しいデザインを試すとき、大量生産から始めることはありません。まず小ロットで市場に出し、反応を見てから素早く改良する。この試行錯誤の繰り返しこそが、高い精度の商品と圧倒的なスピードを支えているのです。あなたも何かに挑戦しようとしているなら、完璧を目指す前に、小さく始めてみてください。準備に時間をかけるより、まず一歩踏み出し、やってみて、そこから学ぶのです。結果は、試した数に比例して確実に変わってきます。高速で失敗することが、最大の学びにつながるのです。
私が大切にしている考えの一つに、まずやってみるという姿勢があります。これは、どれほど綿密に計画を立てたとしても、現実はその通りには進まないという経験から来ています。ビジネスの現場では、予想外のことが次々に起こります。その度に、頭の中の計画を守るより、現場の声や結果を見て判断する方がはるかに価値があると気づいたのです。ユニクロでは、新しい取り組みを始めるとき、必ずテストを重ねます。失敗を恐れるのではなく、むしろ失敗から早く学びたいという気持ちでどんどん試すのです。これはあなたにも言えることです。何かを学びたい、始めたいと思ったら、まず少しやってみてください。完璧を求めて動けないより、不完全でも動いた人の方がはるかに早く成長します。挑戦の質は、量が生み出します。だから、まず数をこなすことから始めてください。私はこれまで無数の挑戦と失敗を経験してきました。その中で確信しているのは、最も大きな成長は、まずやってみることから始まるということです。人は考えすぎて動けなくなる生き物です。でも、どんなに考えても、現実はやってみないとわからない。だから私は、まず動き、結果を見て考えることを徹底してきました。ユニクロでも、新たな商品や仕組みは、必ず小さなテストから始めます。完璧さではなく、改善できる余地があることを前提に動き出すのです。あなたが何かに挑戦したいと思うなら、まずは今この瞬間に小さな一歩を踏み出してください。失敗は怖くありません。むしろ何もしないことの方がずっと大きなリスクなのです。一勝九敗の一勝は動き出した人間にだけ訪れる。私はそう信じています。第三章、成功を捨て続けよう。昨日の栄光に安住するな。私は常に成功した瞬間こそ最も大きな危機が潜んでいると考えています。なぜなら人は成功した時にこそ油断し自分を変えなくなるからです。ユニクロが世界展開を始めた時も私はそれを終わりの始まりとして見ていました。フリースが大ヒットした年、私が最初に考えたのはこれはいつまでも続かないということでした。そこで私はあえて過去の成功を壊すという決断を何度もしてきました。成功は一日で捨て去れ、これは私が自分に課している鉄則です。成功とは過去の成果にとどまらず、常に次を見据えることで維持されるものです。あなたがもし、かつての成功や安心感にしがみついているなら、それは変化を止めてしまう危険信号かもしれません。変わり続ける勇気が成長し続ける力を生みます。昨日の自分を超えること、それが本当の勝利です。私がいつも社員に伝えているのは、変化を恐れるな、変わらなければ生き残れない、ということです。ビジネスの世界でも、個人の成長でも、現状に満足した瞬間から衰退が始まります。ユニクロもかつて、一つの商品が売れた時に慢心しかけたことがありました。でも、私は、このやり方では数年後には通用しない、と感じ、売れているにもかかわらず改良を指示しました。変わるというのは、成功している時ほど難しいものです。うまくいっているからこそ、その流れを壊すのが怖くなる。でも、そこにこそ成長の鍵があるのです。時代は刻一刻と変化しています。10年前の正解は、今では通用しません。むしろ、過去の成功体験が、今の足かせになることもあるのです。だから私は、常に自分のやり方を疑い続けてきました。これで本当にいいのか、もっと良い方法はないか。あなたも、今の自分を、常に更新する意識を持ち続けてください。そこにしか、次の一生は生まれないのです。私はこれまでに何度も、自分自身のやり方を捨ててきました。成功体験にすがれば楽ですが、それは同時に、自分の成長を止めることにもなるのです。一勝九敗というのは、
ただの結果ではなく、変わり続ける姿勢を意味しています。9回の失敗のたびに自分を更新し、1回の勝利に結びつける。その繰り返しが、私をここまで連れてきてくれました。あなたも、自分の中にある、古い価値観を見つめ直してみてください。過去のやり方にこだわりすぎて、チャンスを逃していることはありませんか？私は、昨日の成功に甘えず、常に次を見てきました。その積み重ねが、新しい勝利を引き寄せてきたのです。今のやり方が正しいとは限りません。変わることを恐れず、進み続けてください。その姿勢が、次の一生を引き寄せる鍵になるのです。第4章、心を折らない習慣、自己肯定のメンテナンス。私はこれまで数えきれないほどの困難や失敗を経験してきました。その中で何度も思ったのは、心が折れた時こそ、すべてが終わる、ということです。どれだけ優れた知識や戦略を持っていても、精神が崩れれば行動できなくなる。だから私は、ビジネスの現場においても、日々の生活においても、心を整える習慣を欠かしません。一勝九敗とは、負けることを前提に進むということです。そのためには、負けても立ち直る力、自己肯定感が必要です。私は毎朝、自分にこう問いかけます。昨日より少しでも成長できたか。小さな前進を認めることが、私の心を支えてきました。あなたも、自分に厳しくしすぎないでください。完璧である必要はありません。何度倒れても、立ち上がる意志があるかどうか。それこそが、成功に向かう本当の力なのです。私がどれだけ忙しくても、必ず守っていることが3つあります。それは、体を整えること、小さな達成感を得ること、信頼できる仲間とつながることです。まず、体の状態は心と密接に関わっています。睡眠不足や不規則な食事は思考力をなまらせ、不安や焦りを増幅させます。だから私は、どんな時でもまず健康を整えることを優先してきました。次に、小さな成功を意識すること。例えば、今日一つだけやりきったことは、と自分に問いかけるだけで、心に小さな自信が芽生えます。大きな結果を求めるより、日々の小さな前進を重ねることが大切です。そして、信頼できる仲間との対話。悩みを打ち明けたり、何気ない会話を交わすことで、心は軽くなります。あなたも、折れない心を育てるこの3つの習慣を意識してみてください。それが、次の挑戦を支える土台になるのです。私は、心が折れそうな時ほど、自分に優しくすることを意識しています。完璧を求めすぎると、失敗した時に自分を責めすぎてしまうからです。一勝九敗という言葉には、失敗を前提とした生き方が含まれています。だからこそ、私はうまくいかない日があっても、自分を否定しないようにしています。あなたも、何かうまくいかないことがあったとしても、自分を責めないでください。誰だって、失敗することがあります。それでもまた立ち上がることができれば、それはもう立派な勝利なのです。心を守るためには、自分を許す力が必要です。私は、今日はよく頑張った、と一言、自分に声をかけるようにしています。それだけで、明日を迎える勇気が湧いてくる。それが、折れない心を作る第一歩なのです。第5章、一生を最大化する 10% の黄金を磨け。私はこれまで、いくつもの挑戦と失敗を重ねてきました。その中で気づいたのは、たった一つの当たりが、すべてを変える力を持っているということです。一勝九敗とは、ただ成功率が低いという意味ではありません。1割の成功が9割の失敗を補ってあまりある価値を生むということでもあるのです。私たちがフリースを売り出したとき、最初は小さな成功でした。けれど私は、そこに集中し、改善と拡張を繰り返し、
やがて世界中で愛される商品へと育て上げました。あなたにもこれまでにうまくいった経験があるはずです。それがどんなに小さく見えても磨き続ければ大きな力になります。成功とは偶然を必然に変える作業です。その一生を徹底的に生かすことがあなたの人生を大きく動かすのです。私が大切にしているのは成功の種を見逃さず、それを徹底的に育てるという視点です。ビジネスにおいても人生においても大きな成果というのは偶然の一つの成功から始まることが多いのです。ユニクロが急成長するきっかけになったのはフリースのヒットだけではありません。その成功をどう広げ、どう定着させるかに全力を注いだからこそ今の姿があるのです。私はヒット商品が出た時こそ最も警戒します。これは本物か偶然か、次も通用するか、そう問い続け答えを出すまで分析し改善し形にしてきました。あなたにも人生の中でうまくいった瞬間があるはずです。その一瞬を掘り下げ広げ定着させてください。小さな成果を自分の型に変えることができれば、それは一生ものの武器になります。一生はただのラッキーではありません。育てる意志があって初めて本当の価値を持つのです。私は一つの成功体験を終わった話にしてしまうのではなく、何度でも見直すようにしています。なぜなら、その中に次の成功を生むヒントが詰まっているからです。一生九杯という言葉には、九杯の中に隠れた一生をどう育てていくかという意志が込められています。一度だけうまくいったことを再現し、仕組みに変えることができれば、それはあなたの強みになるのです。それがどんなに小さな成功であっても、掘り下げて分析し、再現性を高めることで大きな武器になります。あなたの中にも必ず次の一生を育てる原石があります。ぜひそれを丁寧に磨いてみてください。いかがでしたか。柳井正さんの一生九杯という教えには、失敗を恐れず挑戦し続けることの尊さが込められていました。失敗を経験と捉え、小さな一歩を積み重ねる。そして、たった一度の成功を育て上げていく。それが、誰にでもできる、本当の成功の形なのかもしれません。もし今日のお話が、皆様の人生に新しい気づきや励みを与えるものでしたら、コメント欄に、100を、また改善点やご意見がありましたら、0をお書きください。いいね、ボタンとチャンネル登録していただけると、とても励みになるので、ぜひよろしくお願いします。今後も様々な偉人の言葉を配信していきますので、通知をオンにして、次回の配信をお見逃しなきようお願いいたします。メンバーシップを始めたので、偉人の言葉の活動を応援、ご支援してくださる方は、ぜひご加入お願いいたします。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございました。